せーの。こんにちは、バリです。膝の手術をしておとなしくしていましたが、やっと運転の許可が出て山の畑に向かっています。5ヶ月ぶりに山を登ります。本当に長かった。しばらくぼけーっと景色を眺めていました。やっぱり自然の中にいるのが好きです。さて今日は昨年の秋に植えたものの収穫に来たんです。梅雨はどこに行ったと思うくらいに日差しが強いです。なんだかこのタオル、リボンみたいで可愛い。それでは行きましょう。よくやっちゃうんだけど、右手と右手をセットで持ってきちゃったから、ちょっと今日はこれ、裏返しで使います。やらかした。よし。誰かが山の中で草刈りをしているのかな。それでは昨年は半分以上腐らせてしまったニンニク、今日はちょっと早めに、今シーズンは早めに収穫します。ただちょっと追肥とか年明けできなかったので、どうなっているか行くぞ。見ててね。お、いいんじゃない？ピントいい感じかな。なんかちっちゃい豆みたいなのができてる。もう一個。これがね、一番大きそう。せーの。よいしょ。ふい。はい。大きいやつだったから追肥しなくても、ちょっと大きめにできました。やったね。2つあれば十分でしょう。ご飯作るのに。ニンニクたっぷりランチを作ります。すごい匂い。すごい匂い。ニンニク畑からはね、すぐ近くなの。この豆みたいのは何だろう。でも追肥なし、花まで咲かせてしまったけど食べれそうでよかった。ニンニクってこんなに取りたてはみずみずしいんだ。真っ白だし。お昼になり、草刈りの人も一旦お家に帰ったみたい。すごい匂い。山にいるとどこから音がしているのかよくわからないんですよね。山彦のせいなのかな。これね、最近知ったの。ここに差し込める場所があること、びっくりした。便利。でも料理するのに危なそうだから、こっちに移動させます。まあ IH だけど。秘密基地完成。涼しい。ここは開いてた方がいいか。
テーブルも斜めなんだけど、今日は車止めた場所がなんかすごくこっちに傾いてるから、ちょっとこうしないとダメかもしれない。もしかしたら。うん。ダメだね。そう、なんでこれがここにあるかっていうと、これリアゲートにつけてたんですけど、車検があったので、その時元のに一応戻しておいたんです。多分そのままでも大丈夫だったみたいなんですけど、一応戻してみました。それでは今日はこのニンニクをたっぷり使って、ニンニクマシマシのラーメンを食べるのが目標だったんですが、実は今、ダイエット中なので、パスタに変えようと思います。とりあえず、ダイエットなのかわかんないけど、ラーメンよりかはマシかなと思ってパスタにします。皮がすごくたくさんありました。すごい匂い。大きい。やった。これは大成功。何個入れよう。でもせっかくだから別に明日も明後日も誰とも会う予定もないし、3個入れちゃおうかな。せっかくだからね。ニンニクチップ用。ベーコン。あんまり熱くしすぎないようにして、オリーブオイル、ガーリックチップを作ります。見た目のために。完成。では追いガーリックをたっぷり。すごい。鶏ガラ。お塩は少し、一つまみぐらい。よし。そしたらパスタ、これは5分茹ででした。これで入るかな。おる。ちょっと入らないのでごめんなさい。折ります。いい感じ。ちょっと味見。嘘みたいに美味しい。これはすごい。ガーリックってすっごい。旨味がすっごい。パセリ。私は辛いのが苦手なので、後から少しパラパラするだけ。いや、少しじゃないかな。そして、ガーリックチップも、いっぱい。よし、完成。できたー。欲張りガーリックのペペロンチーノの完成でーす。美味しそう。1年越しのニンニク料理いただきます。
そうそう、何ってね、私ノンアルコールビールを忘れてしまったことが本当にショック。こんなにいい匂いしてるのに。なのでお水の残りで乾杯。次こそはノンアルコールビールでもいいので、ノンアルコールビールと、その頃はすっきりとした体でニンニクマシマシラーメンを食べているでしょう。辛い。唐辛子後からかけただけだけど、すごく辛かった。いただきます。美味しい。ガーリックのコクっていうのかな。けど、そんなになんか嫌な感じじゃない。匂いが。もっとすっごいかと思ったけど、爽やか。この、揚げたニンニク。はじめ、お芋みたいと思ったらちょっと辛い。ニンニクって辛いの？いつもお家で作るよりだいぶ薄めに作ったんですけど、ガーリックがたくさん入れたからガーリック風味ががっつりしてて美味しいです。これ食べ終わったら全部収穫したいと思います。今日はのんびりするだけのつもりだったんですが、やっぱここに来るとちょっと作業したくなってきてしまいました。この前釣りのイベントに行ったんですが、その時にタオルでできたインソールいただいて、じゃん、何か違うかな。やっぱさ、気になる人は気になるところだと思います。ちなみに私はこの首からお腹まで上半身に集中して汗をかきやすいんじゃないかなって自分で思っていて、皆さんはどこですか？どうでしょうかね。やっぱね、大きいニンニク3つでパスタ1人前は多かった。さすがに最後の方気持ち悪くなりました。何事もほどほどが一番だといつも思います。欲張らない。さあ、残りのニンニクをすべて収穫して、何にしよっかな今日は。そう、里芋がこれ掘りきれなかった分が生えてきてくれてるので、これ周りちゃんと整えたら食べれるかな今年。ちょっとこれやってあげようかな。たくさん取れました。里芋は同じ場所に連続で植えないみたいですが、自然に生えてきてくれたこの子たちのパワーを信じてみます。ここ雑草堆肥を作っていた場所なんですけど、竹林になりかけています。せっかく生えてきてくれたので、この竹を使ってなんかまたカゴとか作りたいなって思うのと、あとはいい日陰になっているので、この下も綺麗にしたいと思います。でもね、竹はどんどん広がっていっちゃうみたいなので、これ以上は侵入してこないように気をつけたいと思います。竹がとても邪魔です。太い竹は何年かしてから切って使うようですが、水が抜けると言われている11月ぐらいまでせめて待ってみようとは思います。だんだん調子に乗ってきたので、まだ不完全な膝をガードしておきます。あの木もいい日陰にはなっているんですが、
なんかジョロウグモの巣になりそうなので、私は伐採します。畑の仕事始めはいつも木ばっかり切っています。自然の力ってすごいです。クズのつるがすごい。ノコギリ持ってこないとダメみたいです。お疲れ様でした。やっぱ畑ってやろうと思っていたことの半分もいつも終わらないで、時間があっという間に過ぎてしまいます。なんかすごい飛んできた。でもまあ今日は運転ができるようになってピクニックしに来ただけだったので、まあ少しは片付けられてよかったなと思います。夏野菜には乗り遅れてしまったんですが、ちょっと育ててみたい作物があるので間に合うやつ、今シーズン挑戦してみようと思っています。耕運機の上げ下げができないので、冬の間に使ってなくて一回耕してあった場所をなんとかうまく活用して少し化成肥料とかを足してやればなんとかなるようなものを作ろうと思っているので、それも膝の様子を見ながらになってしまいますが、挑戦していきたいと思います。毎年唯一成功しているさつまいも、私それも今年準備することができなかったんですが、父と母が二人でなんと植えてくれているみたいなので、そこをね、ちょっと見に行ってから帰りたいと思います。畑している皆さん、キャンプしている皆さん、釣りをしている皆さん、暑くなってきましたので、お互い熱中症とか怪我とか気をつけて楽しくやっていきましょう。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。またね。父と母が今年もさつまいもが食べたいと頑張ってくれたさつまいも畑。1週間ほど経ちました。元気そうです。いい感じ。ありがとう。もう小さな草が畝にたくさん生えてる。せっかくなので小さいうちに除草して帰ります。